では今回はダイソーさんのリサイクルコットン、色がシェルピンクですね。こちらを使用して編んでいきます。かぎ針は6号を使って編んでいきます。あとナスカンを2個使用していきます。ここの編み込むところの大きさがいろいろあると思うんですけども、こちらはダイソーさんの3個入りのものですね。こちらは以前からうちにあって、ちょっとどこで購入したか覚えてないんですけども、こういう編み込む大きさのお好みのものを2個用意してみてください。ではまず最初の作り目を作って、作り目の鎖編みは、今回は一模様が2目なので偶数で編んでいきます。それかお好みの長さプラス4、5センチ長めに編んで、また後で余分な作り目をほどいてもどちらでも大丈夫です。では鎖編みを1、2、3、4、5。では鎖編みを約108センチほど編んできました。では次1段目ですね。まず立ち上がりの鎖を3目編みます。1、2、3。3つ編んだら裏山を拾って編んでいこうと思います。2つ目の裏山から針を入れるんですけども、ここが1つ目ですね。1個目、2個目、ここが2個目ですね。ここから始めます。ここですね。ここが1個目、2個目。2個目に針を入れて、糸を引き出して、中指で軽く押さえます。次の裏山に針を入れて、糸を持ってきて、少し引き出します。で、また中指で軽く押さえておきます。次3回目も隣に針を入れて、糸を持ってきて、軽く押さえておきます。次4回目ですね。隣の裏山に針を入れて、糸を少し引き出して、で、今ここの針にかかっている5本を一度に引き抜きます。針に糸をかけて引き抜きます。そして鎖を一つ編んで留めておきます。これが一つの模様ですね。そしたら次は、ここの、今編んだここの鎖のスペースですね。ここに針を入れて、一つ目の糸を引き抜きます。次は、ここの最後に持ってきた糸の向こう側ですね。ここですね。ここの糸の向こう側ですね。ここに針を入れて2つ目、2本目、糸を持ってきます。次は下の鎖の新しいとこですね。次の鎖の裏山を拾って、また少し長めに持ってきます。また隣の裏山に針を入れて、4本目。で、針に5本かかっているのをまた一度に引いていきます。で、鎖を1つですね。2つ目の模様ですね。そしたらまた今編んだ鎖のここのスペースですね。ここに針を入れて、糸を1本目。次はここの最後の糸の向こう側ですね。ここですね。ここ
この糸とつながってるとこですね。この向こう側の糸に針を入れて3本目、2本目ですね。そしたら次のここの作り目の次のとこですね。ここの裏山に針を入れて3本目。少し長く引き出します。次は4本目。次の裏山ですね。ここに4本目。で、この5本を一度に引き抜いて鎖を1つ。こんな感じで編んでいきます。スペースに1本目。この向こう側の糸に2本目。で、裏山に3本目。次の裏山に4本目。で、5本を一度に引き抜きます。こんな感じで端の方まで編んでいきます。では、最後の方まで編んできました。最後の1個を編んでいきます。2つ目、3つ目、一番最後の裏山に4つ目、そしたら一番最後、今編み切れたとこですね。一番最後の裏山にもう一度針を入れて、中長編みを1つ編んでおきます。では次の2段目では、1段目で5本を一度に引き抜いた後に鎖を1つ編んだこのスペースですね。こういったスペース。ここですね。ここに中長編みを2つずつ編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを2つ編んでいきます。1、2、裏に返して、足元の次がちょうどそのスペースなんですけども、針に糸をかけて、足元の次ですね。このスペースに中長編みを1つ、もう1個ですね。2つ。こんな感じですね。また次の1つ飛ばした次ですね。ここがちょうどそのスペースなので、ここに中長編みを1、2、次を飛ばした次ですね。ここがそのスペースなので、中長編みを1、2、こんな感じですね。かわいいですね。こんな感じで編んでいきます。と、次を飛ばした次ですね。このスペースに1、2、次を飛ばした次ですね。ここに1、2、こんな感じで最後の方まで編んでいきます。では2段目の最後の方まで編んできました。最後はここですね。ここに1つ目、2つ目。そしたら針の入れやすいところに入れて、1つ中長編みを編んでおきます。これで2段目ができました。このままでもいいと思うんですけども、今回は引き抜き編みをしていこうと思います。鎖を1つ編んで少し小さくしておきます。一番初めの鎖ですね。頭を拾って、1つ目の引き抜き編み、次の頭を拾って、引き抜き編み、こんな感じで引き抜き編みをしていこうと思います。
裏はこんな感じですね。では最後の方まで引き抜き編みを編んできました。ではここでナスカンとくっつけていきます。編み地の手前にナスカンのこの編みつけるところですね。ここの穴のところを持ってきて、で、ここのところは細編み4目ぐらいでつないでいこうと思います。鎖を一つ編んで、針の入れやすそうなところですね。入れて、糸を持ってきて細編み。2つ目。ここはこのスペースに入れるとちょっと穴が目立ってしまうかもしれないので、ここの中長編みのところですね。ここの間を割ったところぐらいに、細編み。もう一つぐらいですね。4つぐらい細編みを編みます。こんな感じですね。そしたら今度は、ここのとこですね。ここにまた引き抜き編みを編んでいきます。一番初めの作り目のところの残りの2本ですね。ここを拾って、1つ目の引き抜き編み、隣に針を入れて、引き抜き編み、また隣ですね。こんな感じで、ここのところは引き抜き編みを編んでいきます。こんな感じですね。こちらの方も最後の方まで編んできました。またナスカンとつないでいこうと思います。鎖を一つ編んで、また針の入りやすそうなところに細編みを4つほど編んでいこうと思います。1、2、3、4、こんな感じですね。そしたら最初に帰ってくるので、一番初めの目に針を入れて引き抜きます。そしたら、糸をカットして、引き出して糸処理をしておきます。こんな感じですね。では、お好みの長さに編んで、こういった不要な鎖をほどきたい方は、ここでほどいてみてください。ここの最初に引き締めたところですね。ここをこういった閉じ針などで、こんな風に緩くして、ここの糸端に一番近い糸ですね。ここを1回目引き抜きます。次、ここ、ちょっとねじれてるとこですね。ここを2回目ほどいて、3回目は、このループの中の、この糸端がありますね。ここをこんな風にすくって、で、引き出します。そしたら、あとはずーっとスルスルほどけます。で、一番初めのところまでほどけて、引っ張っても大丈夫です。こんな感じでほどいてください。では、完成しました。バッグの持ち手やストラップなど、よかったら編んでみてください。今回も見ていただきましてありがとうございました。